結局これらを積み重ねることで、はい。信用を得ることができて、うん信頼されるようになるんですよ。ん。それが性格になって、運命になっていくんだと。信用減るに決まってるじゃないですか。確かに。僕はないけど損ありまくりです。こんにちは、万次です。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、本日もお願いします。お願いします。人生とはについていろいろちょっと聞いていってるんですけども、モン社長が思う人生において大切なもの、大切な言葉とか、この辺をちょっと今日は教えていただきたくて、一つ一つキーワードをちょっと上げていっていただいて、はい、それを深掘っていければなと思ってるんですけど、今回はどういうキーワードでしょうか？はい、今日はじゃあ誠実さを。誠実。はい。やっぱり誠実であること、はい。めちゃめちゃ大事ですと。人生において大切なものシリーズでいくと上位ですよね。上位だ。はい。誠実さこそ生きる上で最も大切なことですよ。じゃあ誠実さって何ですかと。気になります。はい。辞書を引くとですね、私利私欲を交えず真心を持って人や物事に対すること、またその様とされています。誠実とは何かという問いに対して、それぞれの価値観や解釈によって変わることが多く、これだと、言いにくいことはありますが、はい、私が思うに生きる上で最も重要な価値観は誠実さだと思ってます。その重要性は、計り知れないですね。計り知れない。やっぱり、私利私欲を持ち込まず、真心を持って人や物事に向き合うことが重要。正直な人間関係を築き、他者を尊重し、自分を偽らず、自分に過度な期待を持たず、真摯かつ謙虚に生きること、大切だろうなと。まずはやっぱりですね、自分よりも他人のことを思いやる気持ち、相手との関係性や立場などは一旦置いといて、誰に対しても、ある意味平等な姿勢で接することを、心がけましょうと。特定の人に媚びを売るようなことはしない。特定の人を見下したりすることもしないんだと。今度じゃあ真心って何だと調べると、偽りや飾りのない心、真剣に尽くす心を指すと。要はあらゆる人や物事に対して嘘をついたり自分を飾ったりせず、相手や物事に対して真剣に向き合うことで、正直な人間関係を築くことができますと。他者を尊重するっていうのは、多様な価値観とか意見を理解し受け入れる態度を持つことだ。自分に過度な期待を持たずって言ってますけど、これは自分に対して厳しすぎたり、自己評価が極端に低い場合は自信を持つことや目標を達成することが難しくなることがあります。誠実にいるためには自己評価を適切なレベルに保つことも必要だと思っているからこういう文言を入れるわけですけど、で真摯かつ謙虚に生きるっていうのは自分の行動や考えに対して真剣に向き合い、過ちや失敗を認め学びを得る態度を持つことと僕は定義してます。結局これらを積み重ねることで、信用を得ることができて、信頼されるようになるんですよ。従業員もこういうこと言うと、じゃあ何をやったらいいんですか？具体的にはって言うんですけど、誠実さっていうのは一つの物事とか一夜にして気づかれるわけではありません。日頃の行動や選択の積み重ねが結果的に他者からの信用や信頼を築くことにつながります。だからやっぱ自分の価値観や真摯な姿勢を示し続けることですと。何をやったからではありませんと。そういった地道な積み重ねが、いずれあの人は誠実だと、なっているに過ぎないんですと。で、誠実っていうことはビジネスでも人間関係、そして社会での立場においても非常に価値のあるものとなります。信頼されることで得られるチャンスとか機会、これは本当に計り知れないものがありますと。誠実さと正直さを忘れずに生きていきましょうと。人生を生きる上でも仕事をする上でも誠実さに勝るものはないと僕は思っています。で、誠実っていうのはスキルではなくて習慣だと思います。
なので、やっぱ思考を変えて、言葉を変えて、行動を変え、習慣にする。それが性格になって、運命になっていくんだと。すごい。積み重ねでしかないんですね、日々の。そうですよ。政治と養うには。そもそもじゃあ信用と信頼って何ですかって、これもとある辞書を引くとですね、信用っていうのは過去に対しての評価である。信頼は未来の行動に対してのものだと。だから信用っていうのはコツコツと日々積み上げていくもので、これの積み上げ具合が信頼ということにつながるんですよ。なるほど。だから信用っていうのはある意味実績とか物理的に信用することで、信頼っていうのは精神的に未来のことだから、精神的に信頼するわけですよ。信頼されるっていうことは信用がないと信頼されないんですよ。日々コツコツと信用を積み上げていくということがやるべきことで、これの根本は誠実であればある人ほど積み上がってるんですよね。すんごい細かいこと言えば、僕はじゃあ若い時から気をつけてたことがあって、もうほんと単純なことですよ。すぐにやる。遅刻しない。挨拶。笑顔。ニコニコ。細かい気配り。細かい確認。身だしなみ、見た目。これ全部ちゃんとしたら大丈夫です。聞いた通り、その行動っていうか習慣じゃないですか。それが習慣づいてくると、それが正確に近づいてくるんですよ。そうするとやっぱいろんなことが見えるようになって、いろんなことに気づけるようになるから、それのとにかく積み重ねが勝手に信頼になるんですよ。あの人は誠実だと言われることにつながると。こんなことを今回言ってるわけですよね。面白い。逆を考えたらめちゃめちゃわかりやすいですよ。逆。例えばすぐやる人、すぐやらない人。すぐやらない人は、俺のメールもしない。返事も来ない。依頼したことしない。報告が遅い。いつまで経ってもやらない。信用減るに決まってるじゃないですか。確かに。信用がないんだったら、この人には信頼を置けないですよね。すぐやる人って、すごい細かく俺のメールもくれるし、返事もくれるし、すぐ調べてくれるし、すぐ報告してくれるし、すぐ動いてくれた。この人はすぐやってくれる。この信用積み重なってるわけですね。したらこの仕事をちょっと急いでる。この人信頼できるから頼もうってなります。それの積み重ねがまたさらに信用を積み上げていくわけですね。なるほど。何かチャンスがあった時には、あの人にまず声をかけようってなるわけですよ。この信用を積み重ねる。そうすると、運命が変わりますもんね。だから誠実であることで、その先の自分の運命っていうのが変わっていくんだなっていうのは、今説明聞いて、めちゃくちゃ腑に落ちました。そうですね。やっぱ一流の人は何やってんのかなと思って見てると、本当に信用を積み上げてるとも思ってないんですよね。もう習慣になってるんで、時間に遅刻をしないするっていうのも、遅刻してもやることやってる方がいいんでしょっていう人いるんですよね。そういうことじゃないんですよ。だからそういう人に言うんです、僕。もしですよと。あなたねと。今大好きな彼女がいて、結婚考えてます。今度お父さんに、親に、娘さんをくださいって挨拶しに行くとしましょうと。遅刻しますか？いや、絶対しないですって。なんでですか？いや、結婚許してもらいたいからです。なるほど。別にお父さんに反対されても結婚できるじゃないですか、成人なんだから。いやー、なんで遅刻しないのみたいなね。要は、時間に遅れるってことは、相手をリスペクトしてないってことですよね。そうですね。こういう人は誠実でもないし、気が利かない人ですよ。相手の時間をもらってるって意識とか、貴重な時間をもらってるってことに対する感謝とか、時間に対しての価値感覚とか、それが相手に無礼になるとか、いろんなこと考えるわけですよ。だから相手のことを本当に大切だ。その事象をすごい大切だと思っていたら、時間守りますよね。ということは、もう一回言いますよ。時間を守らないってことは、相手に対してどうでもいいと思ってるか、その事象に対して別に興味ないと思ってるかと取られますけど大丈夫ですかと。こういうほんとちっちゃいことですよ。いやー、間違いないですね。挨拶もそうですね。まず挨拶するしない。別に挨拶って関係なくないですかという人もこれもたまにいますよね。いやと。関係ありますよと。めちゃめちゃありますよと。笑顔で元気よく挨拶してくれる人と、目を見ないでボソッと挨拶しない人と、相手がこの A さん B さんだったらどっちの方が気持ちいいですか？逆に考え方変えましょうと。損しますよって言うんですよね。なぜならば、挨拶ってこれも意味を紐解いていくとですね、相手との関係性を維持向上するための行動みたいに出てくるんですよ。ということは挨拶しないってことは、あなたとは仲悪くなって結構ですっていう意思表示ですよ。確かに。これを上司、同僚、
してたとしたら、あなたは相手から、あ、この人俺のこと別に付き合いたいと思ってないんだなって思われるってことだから、この人俺との関係性を悪くしようと思ってるってことだなと思うことなんで、損するよ。しといて損はない。得はあるけど損はない。しなくて得はないけど損ありまくりです。した方がいいよ。で、逆に今の時代しない人が多いんだったらした方が得に決まってるじゃん。いや、そうですね。はい。そんなことで評価しないで出した結果で評価してください。それはするけど、それはそれでその項目があるからするけど、でも、いざ、例えば、誰か、昇進させようと思った時、あなたにはいきませんけどね。はい。だって本当に最上級の成果を出すってことは、ね、例えばじゃあ、どんな業種に関わらず素晴らしい営業マン、本当に結果を出し続ける、本当にいい営業マン、みたいな人に会った時に、挨拶しない人とか挨拶が適当な人、一人も見たことないんですよ。やっぱ結局当たり前のことを当たり前にできる、やる人がやっぱ勝ちますよね。いやー、成果出しますよ。そう思いました、今お話聞いて。根本になってるのがやっぱ誠実さなんですよ。今お話をお伺いして、なんかその運命っていうところの言葉の意味を僕ちょっと履き違えてたなと思ってて、運命ってやっぱそういう誠実さの積み重ねによって変わっていく。変わりますよ。僕究極運がいい悪いはないですよ。そんなものに頼りたくない。なんですけど自分は運が良かったなと思うんです。で、大体成功してる人とか、尊敬できる人に聞くとみんな言うんですよ。僕は運がいいんだと、言うんですけど、やっぱそれには理由があるわけですよ。ってことですよね。はい。なんか運がいい人も悪い人も結局一緒なんですよ。一緒。はい。要は機会を機会として捉えることができて、チャンスに変えられる人、そしてそれを活かせる人だけなんですよ。機会を振ってくる人もそういうの見てるんで気づいてるんですよ。そういう人。だから声かけてもらえるんですね。だから僕が思うに運が悪いという人は運が悪いんじゃなくて、機会を機会として捉えることができない。それは巡ってこないよねと。あるんだけど気づいてないから。運がいい人っていうのは運がいいんじゃなくて、例えば視野が広くて考えることができて、機会を見つける、創出できることができるんですよ。気づけるんですよ。それはできない人たちは自分が運が悪いって嘆くわけですよね。はい。しっかりと機会をつかみ取っていくために、準備を怠らない気づける人になればいいだけですよ。人生において大切なもの、誠実であることの重要性ということで、一つ目、誠実さこそが人生で最も大切な価値観の一つです。誠実さとは、私利私欲を交えず、真心を持って人や物事に向き合うこと。正直な人間関係を築くために不可欠であり、信頼を得る基盤となります。誠実な人ほど人から信用され、長期的に成功します。二つ目、誠実な人の特徴としては、誰に対しても平等な姿勢を持つと。特定の人に媚びたり見下したりしないと。他者を尊重しますと。異なる価値観や意見を理解し、一旦受け入れます。自分を偽らない。ありのままの自分でいることが誠実さにつながります。謙虚でありながら自信を持ってます。過度な自己評価や自己卑下をしません。間違いを認め、学ぶ姿勢を持っています。三つ目、信用と信頼の違い。信用っていうのは過去の行動によって気づかれるもの。実績行動の積み重ね。信頼っていうのは未来の行動に対する期待。これは信用があるからこそ生まれるものです。信用を積み重ねるから結果的に信頼をされるようになります。4つ目、誠実さを習慣化することで信頼が積み上がる。誠実さは一夜にして気づかれるものではなく、日々の行動の積み重ねで生まれます。小さな積み重ねが大きな信頼を生む。すぐにやる、時間を守る、挨拶をする、気配りをする、見た目を整える。こんなことの本当に積み重ねの習慣です。5つ目、なぜ誠実な人が成功するのかと。誠実という、信頼をやっぱり勝ち得てるんで、信頼されるイコール、機会、チャンス、こんなものは得やすいです。誠実な人には自然と良い人が集まって、結果的に成功につながります。6つ目、誠実さっていうのは習慣から性格になり、運命を変えますよと。思考を変えて、言葉を変えて、行動が変わって、習慣になって、性格が変わって、そしたら運命変わりますと。誠実だと思えるようなこの小さな積み重ねの習慣をしっかりやっていくことで運命変わりますよ。
そして目の前の利益よりも長期的な信用を積み重ねることの方が長い目線で見たら最終的には成功を生みます。最後またまとめますと、とにかく誠実さは人生においても仕事においても最も重要な価値観である。誠実な行動が信用を生み、信用が積み重なることで信頼が得られます。誠実だという小さなことを習慣化することで、結果的に成功する人生を築くことができます。そして長い時間軸で見たら絶対に誠実な人が勝ちますよということです。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。